こんにちは、豆です。日本一周30日目ということで、現在地は奈良県です。このチャンネルではバイクで日本一周しながら全国の心霊スポットを回るってことをしてるんですけど、今回は心霊スポットには行きません。ちょっと待って、消さないでください。公開させないので、もう少しお付き合いください。俺昔死にかけたことがあって、その死にかけたっつってもね、死ぬかと思ったとかじゃなくて、マジで死にかけました。どんぐらい死にかけたかっていうと、バイクで260キロで転んで、第2、4、5頸椎骨折、首の骨ですねと、第6、7、8だったかな、胸椎骨折、背骨ですね、で肺座礁で脊髄損傷っていう、マジで生きてる方がね不思議なぐらいの事故をして、でもちろん時速260キロなんで公道ではなくてサーキットでの事故です。で俺昔ずっとバイクのレースをやってまして、アマチュアで ST600 っていうクラスで選手権に出てたんですけど、そんで今向かってるのが三重県なんですけど、三重県の鈴鹿っていうところに10年ぐらい住んでて、そのレースをやるために、本当に第2の故郷っていう感じなんですけど、今日はね実際に鈴鹿サーキットに行って、ちょっと詳しく死にかけた時の話でもしたいと思います。ということでまずは鈴鹿に向かいます。三重県に入りました。懐かしいなここ。はいちょっと待って、やばい、ニヤニヤが止まらないんですけど、いやだって4年ぶりだもんな。まずはね鈴鹿サーキットに行く前にまず最初に行きたい場所があって、その行きたい場所っていうのが俺が所属してたレーシングチームなんですけど、ちょっとまずはねそこの恩人っていうか恩師ですね、ちょっと監督にまずは会いに行きたいと思います。来た鈴鹿サーキット。こんな市街地のど真ん中にサーキットがあるなんて超珍しいんですよ、他のサーキットなんてもう本当に山の奥の奥の奥に作られてるんで、騒音とかでうるさいんで、だから鈴鹿はね家にいても聞こえてくるんですよね、エンジンの音が。もう F1 の時とかねすごいですよね、音が。あともうこの辺がね大渋滞になるんですよ。でねこの辺の土地持ってる人はね駐車場をね超ぼったくり価格で来た人に貸し、もうちょいですね。あれどこだっけ、ここだっけ、あれですげえな、道忘れてるよ俺。いるかな、いないいた車の整備してますね。どうした？いや反応薄。日本一周？はい。それなんか出とんのもうすでに。ちょっとだけ出てます。それで何万再生になっとんの200回ぐらいです。200万200回です。200万じゃないの200回です。心霊スポット回ってるんですよ。いつの間にそんな北野誠みたいなこと言い出したので心霊スポットに泊まるの夜夜泊まらないです。夜泊まらんかったら意味ないやちょっん。と行って帰ってきます。結構やばいところ行ってます。どこへ？米軍基地の中とかじゃなくてそれ不法侵入になっちゃう。そうもう大やばいとこや。そういうことしないで夜テント張って泊まっとんじゃない泊まらないです。なんで？夜はビジネスホテルです。それやったら意味ないやろ、さっきから言ってるけどそれ無理ですよ。夜中テント張って泊まってそれを生中継するんやろ、しません YouTube で。しません。それやらんかったら再生回数稼げんやん。何やっとんや。一番大事な部分や。いっちゃん大事な部分や、そこ。無理ですよ。どうして？無理、怖すぎて。だから稼げるんやろ、再生回。ガレージ映していいですか？ダメだよ。映して。これはダメだよ。モザイクかけるんで全部。これ映していいですか？これ。すごい、ほらこんなトロフィーが。8体どうですか？これ4体と8体やん。これ4体と8体か。4時間耐久優勝チームですからね。8体これなんすか？ホワイトゴールドなのか。そうでした。そんな誰が出たんですか？全体の美しさを見ない。俺のトロフィーはどれですか？これ俺のっすね、多分。岡山5位 ST600。心霊スポットの一番のところで一夜を過ごすっていうのが、俺の1個だけ？もっとあるでしょ。どっかにあるよ。これも俺のかな。自分のこれじゃ。そんなもらった記憶ないです。モーターランドのありましたね。
俺優勝でしたよ、オープン。どう僕優勝じゃあこれじゃないやつか。はい。夜寒いとか言いながほらほら、らボードゲーム。ライブしてこの工具箱俺のだな、多分。クソ汚くなってますね。すごい。でも最近はもうレース自体出てないんですか、みんな。ドランマジですか。僕はね千葉におるって言っとっへえ、千葉。た。千葉茨城って感じやん。なんか仲間やん。東京もんのずらする仲間やん。そうですね、あっちはそうです。埼玉は都会ですけどね。違うの。埼玉は違います。そういう顔するでしょ。千葉はそういう顔しますよ。ちょっと待って。そういう顔してんの。埼玉はほぼ東京なんで。そうなの。うん。そしたらサーキットに向かいます。入り口はどこだっけな。あった、モータースポーツゲート。懐かしい。これがパドックの入り口ですね。うわー、パドックです。今日なんか走行やってんのかな。あ、今日バイクの走行日かもしれないですね。ほらほら、ナンバー付きの日だ今日は。これがパドックです。懐かしいなマジで。1コーナーに行きたいんだからどうすればいいんだ。それでは鈴鹿サーキットの説明をしていきます。鈴鹿サーキットは全長 5.8 キロ、20個のコーナーからできている国内最大級のサーキットです。サーキットでは珍しい立体交差があり、前半の東区間は右回り、後半の西区間は左回りになるのも特徴で、全てのコーナーに名前がついています。それではこれの昔のオンボード映像を見ながらコースの説明をしていきます。ちなみにこれは 6,7 年前の実際のレース中の映像です。カテゴリーは ST600、車両は YZF-R6、レーサーなのでスピードメーターとかライトやウインカーはついていません。ちなみにタイムは2分19秒ぐらいです。どれぐらいの速さかというと、アマチュアでそこそこぐらいって感じです。はい、というわけでここはメインストレート。600だとトップスピードは260キロぐらい出ます。メインストレートを抜けたらまずは1コーナー。ここのコーナーに名前はありません。早速なやん。俺が死にかけたのがこのコーナーです。ここは 1,2 コーナーの複合コーナーになっています。時速260キロから2速落としで入っていって中間でもう一つ落とします。2コーナー立ち上がると次はくねくねとした S 字コーナーに入っていきます。ここはボトムスピードをいかにあれするかがタイム短縮の鍵になります。あれとは S 字を抜けたら次は逆バンクです。サーキットって早く曲がれるように路面に傾斜がついてるんですが、ここはほぼフラットになっていて逆にバンクしているように見えることから逆バンクっていう名前になりました。で次は高速の左ダンロップコーナーです。かなり車体をバンクさせたままシフトアップしていくんでめちゃめちゃ怖いです。全日本なんかだとスライドしながら路面にブラックマークを残していくのが見れます。これはビビって全然開けれてないですね。で次はデグナーカーブ。昔デグナーっていう選手が転んだからデグナーカーブになりました。8、9コーナー2つ合わせてデグナーカーブです。1つ目をデグ1、2つ目はデグ2って呼んだりします。次は 110R。 上手い人はかなり奥までアクセル全開のまま突っ込んでいきます。その先はすぐにヘアピンカーブなので行き着く間もなくブレーキング開始です。ヘアピンに形が似てるからヘアピンカーブです。立ち上がると次は二輪専用試験員です。この先の右高速がスピードが出過ぎて危ないということで速度を落とさせるためのコーナーです。で次は長い右の高速コーナーです。アクセル全開でかなりバンクさせたままシフトアップしていくのですごい怖いです。昔松永さんというドライバーが亡くなったことからまっちゃんと呼ばれています。まっちゃんの次は複合コーナーのスプーンです。ここもかなり速度を乗せて入っていかなきゃいけないのですごい怖いです。どんだけ怖がってんねん。すごい離されましたね。でこの先は鈴鹿サーキットで一番長いバックストレートです。裏直とか呼んだりします。で次が鈴鹿で最も速度が乗るコーナー 130R です。ちなみに昔1日に2回ここでこけたことがあります。そして次が鈴鹿最後のパッシングポイント、日立オートモチブ試験員です。なんて鈴鹿で最も速度が落ちる場所で時速200数十キロから一気に30キロぐらいまで落とします。そんでこれが最終コーナー、アクセル全開で立ち上がってメインストレートに戻ってきます。これが鈴鹿サーキットの一周になります。
ちょっと待って、1コーナー遠いぞ。想像以上に遠いぞ。やっと着いた。これが俺が事故って死にかけた1コーナーです。ということでね、俺が実際に死にかけて体験した、奇妙というか不思議な体験を、事故の経緯とともにお話ししていきたいと思います。あれは 7,8 年くらい前の開幕戦での出来事でした。その日は雨がひどくて、他のクラスでも転倒者が続出していました。案の定俺も予選で転んでしまい、あまりいいグリッドにはつけませんでしたが、幸いマシンは軽傷だったので決勝のグリッドにはつくことはできました。ちなみにこの年はかなり気合が入っていて、マシンも全日本で使われていた新型の CBR を売ってもらい、絶対に今年 A 級に上がろうと思っていました。そんでレースが始まると、ある異変に気づきました。ストレートで200キロ超えるとやたら車体が触れ出したんです。触れるって言っても走行中止するほどではなかったし、レースはもう始まってるんでスロットルを戻すわけにはいきません。この時雨足はだいぶ弱まっていましたが、強い風が吹いていました。レース数周目、俺は1コーナーのブレーキングに備えてコースのかなり端に寄っていました。多分寄りすぎてたんだと思います。もちろん車体は触れたままです。それで1コーナーに向けてブレーキングを開始する直前、強い風が吹きました。俺はコース外に出てしまい、俺とバイクは吹っ飛んでそのまま 200m ぐらい転がっていきました。俺もバイクもスポンジバリアの裏まで行ったみたいです。グラベルに出た時点でその後の記憶は一切ありませんが、雨だったんでね、スピードはあんまり乗ってなかったかもしれませんが、それでも240-50キロは出てったと思います。マシンは大破。俺はそのまま病院に緊急搬送されて、気づいた時には病院のベッドでした。これは事故前日の様子ですね。確かマルケスの真似でもしてたんだと思います。そんでこれが翌日のバイクです。なんか硬いもんが当たったみたいで、フロントフォークがナイフで切れたみたいに折れてます。もしバイクが行った方に俺が行ってたら間違いなく即死でした。そんでなんとか一命を取り留めましたが、俺は首の骨3本と背骨3本の骨折、脊髄損傷という大怪我を負いました。手術などはできない箇所だったので、俺は数ヶ月ベッドから一歩も動かない生活を過ごしました。毎日のように誰かがお見舞いに来てくれて、事故の後処理も本当にいろんなことしなきゃいけなかったんですけど、俺は寝てることしかできなかったので、家族や監督やチーム員、サーキット関係者やレース関係者の方に本当に助けられました。本当に感謝です。骨折はくっつけば治るんですが、脊髄損傷のダメージはひどかったです。一番きつかったのは神経の痛みとしびれです。左腕の神経が傷ついたらしく、左腕は常に激痛が走っていて、毎日大量の痛み止めを打ってもらっていました。痛すぎて首と背骨が折れてるのは全然気にならなかったですね。そんぐらい神経の痛みはひどかったです。それと左腕に力が一切入らなくなってしまいました。病院で初めて握力テストをした時の表示は0キロです。ちなみに事故前は45キロぐらいありました。その時はもう一生左手は使えないかもしれないって言われてたんですけど、数ヶ月のリハビリで握力は十数キロにまで回復しました。あとはしばらくしてから気づいたんですけど、右下半身の感覚がおかしくなりました。病院で入院後初めて風呂に入れるってなって、右足から湯船に入ったんですけど、入った瞬間水じゃんって思って、手で確認したらしっかりお湯でした。いろいろ検査したら、右下半身の温度と痛み、温痛感覚ってやつが分かんなくなってるってことでした。これは今でも全く分かりませんが、今のところ不便だったことはないんでよかったです。あとは握力も今25キロぐらいまで戻しました。腕の痛みとしびれはありますけど、痛み止めを飲まなくてもいいぐらいまで収まりました。ていうか強力な痛み止めを飲みすぎて中毒みたいになっちゃったんでやめました。そんな感じでなんとか生きてたんですけど、事故後からある不思議な感覚があって、皆さんはパラレルワールドって信じますか？この世界には複数の世界線があって、今僕たちが生きているのはその中の一つの世界。様々な選択、様々な要因によってこの世界は分岐していると。そして事故後、俺の中にある一つの能力が芽生えました。そう、世界線が変動しても前の世界線の記憶を引き継ぎ観測できる能力、リーディングした。すいません、間違えました。話を戻して、今僕たちが住んでいるこの世界は様々な選択や要因によって複数の未来が同時に起きているかもしれないと。いろんな説がありますけど、パラレルワールドってこんな感じですよね。それで事故の後不思議な感覚があって、自分が死んで葬式が行われている未来もあったんだなって、なぜか確信してるんですよね。あったんだなっていうか、現実に起きたんだなって。どういうことかっていうと、今俺が生きてるこの世界と事故で死んだ世界、両方とも存在していて、俺の意識は生きている世界に来たっていう感じです。ちょっとこの辺の感覚はうまく言葉で表せないんですけど、そんな感じだから、もしかしたら人の意識はずっと生きてる方にあり続けて、
生きてる未来が存在する限り死ぬことはないんじゃないかって、そんな風に思うようになりました。そんで事故の後1年間のリハビリを経てレースには復帰できたんですけど、あんまりいい結果は残せず2年間レース活動を続けましたが、もう無理だって途中で分かったんで引退しました。この鈴鹿サーキットの隠れたパワースポット、サーキット神社です。お邪魔します。失礼します。ここでね、サーキットの神様がいるんで、毎年うちの監督はここで祈願してます。鈴鹿神社っていうのか。パドックの中はこんな感じになってます。ここがピットインエリアですね。ピットインロードだっけ、なんて言うんだっけ。でこれがパドック側から見たストレートです。バイクはね無線つけちゃいけないんで、レース中とかね、練習走行でもですけど、ここにこうやってサインボードを出して今何位ですよとか、そういう情報を出してくれます。はい、ということで準備ができたので心霊スポットに向かいたいと思います。やっぱ夜の海岸って怖いですね。そのうち100名が急に溺れたし、36名の生徒が亡くなりました。よかったらお話しませんか。はい、ということで中川原海岸でした。取れ高がほぼなかったな。ちょっとお蔵入りにするかもしれないです、これは。というわけでね、日本一周西日本はほぼ終わりました。どっからが西日本なのかな。でね、資金もちょっと底をつきそうで、想像以上にね出費がかさんでしまって、なかなか資金面もやばいので、ここで一回埼玉の家に帰ります。編集もねめちゃめちゃ溜まってて、やっぱね毎日移動して毎日心霊スポット行ってってやってると全然編集が終わらないですね。ということなので一回家に帰って編集作業とちょっとお金稼ぎをしていきたいと思います。日本一周東日本編もねまた再開する予定なので、よかったらチャンネル登録してください。その他にもね動画アップすると思うので、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。いや旅中はほとんど使ってないですけど、最後の帰りはもう使います。だって下道でさ、23号線とか1号線とか爆走したらさ、こんなん100キロ200キロで走れるやつ。走れないわ。いいですか。埼玉なんかだって地平線みたいなとこ走るんやろ。地平線じゃねえわ。めちゃめちゃ都会ですから。埼玉ってそういう感じやろ。違うわ。また来ます。お疲れ様です。